ストロングゼロが売れ続けるように、雑に元気になりたい時がある。やっほ、イヤホン買ってるかい？今回は一見雑に見えるんだけど破綻してない。バキバキの高音にボンガいう低音を組み合わせたパワー系ハイブリッドを4台紹介する。うち2台は海外通販でしか入手できないけど、残り2台は日本アマゾンでも元気に発売中だ。今回紹介するのは、どれもこれもハイブリッド、KZZSN Pro X、KZZS6、ラキッドや LF4、そして CCZ メロディだ。この中で、最もパワフルなサブベースを体験したいなら、KZZSN Pro X がおすすめだ。とにかく強いの一言に尽きる。ベースラインが他の低音機に比べて抑えめなので、臨場感はゴリゴリに吐き出しつつ、高中音域が埋もれないのも ZSN Pro X のバランスだ。また、ZSN Pro X は、製造時期による自発的でないアップデート。つまり、工場のおばちゃんの連度が上がったことにより、内部の BA ドライバー、ダイナミックドライバーの両方の音が向上してる。ZSN Pro で荒さを感じた人も、ZSN Pro X ではきっと不満点は少ないはずだ。もし、音色に不満を感じるなら、それは多分 ZSN Pro X のバランス自体に感じてるんじゃないかな。パワフルな低音域に、BA ドライバーで無理やり馬力を支える高音域を足したような、そんなバランスだ。一方、ほぼ近いアプローチで、ドライバーの種別も同じなんだけど、常に肉薄されているような音を感じるイヤホンが CCZ メロディだ。こちらの方が空間表現がさらに近く、また、高音域はより刺激的。低音域の重厚感は、ZSN Pro X に譲るんだけど、メロディの方が、より高めの通常のベース音域、つまり、超低域がゴリゴリに強い ZSN Pro X と比較すると、メロディの方が、低音域、超低音域ともに出ていてバランスがいい。全体的に見るとバランスも何もないパワー系ドンシャリ型だけどな。メロディは全体的に、音が鳴っている感覚が近く、ZSN Pro X と比べて、さらに素早く脳に届く感じがする。気がするだけだけど、確実にする気がする。そんなやたら近い距離感のおかげで、パワーロス感が起きないのがメロディだ。この2機種は、どちらも現在の Amazon。ZIP で簡単に入手できるので、梅雨とインドを超える暑さでいまいち頭がはっきりしない人に、雑に覚醒を求める音が欲しいならこの2機種だな。さて、まるで初心者向けでない紹介をしたんだけども、それよりもさらに上級者向けな2機種が残っている。日本から一番簡単に相場の値段で入手する方法が、海外通販である、アリエクスプレスを使って入手する、という、いまいち敷居が高く感じるけど、でもぜひ試してみてほしい2台。KZZS6 と、ラクティア LF4 だ。どちらも、正直誰にでもおすすめできるものではないけど、やっぱり脳に刺さるような高音域と、脳が震える低音域が欲しいならこの2台だな。ZS6 は、低価格ハイブリッド黎明期の終わりに発売された、2BA2 ダイナミックドライバという特殊な構成のハイブリッド型だ。初期のものはとにかく刺激的な高音域と、抜けしか考えていない低音域の組み合わせとかいう、さらに凶悪なものだったんだが、現在は、高音域に関しては、より幅広い、と言いつつ、一部の構図化なら問題ないレベル程度になっているぞ。それ以外にも、エッジが面取りされていないせいでゴリゴリ塗装が剥げ散らかすとか問題はあるんだけど、それを乗り越えてもおすすめしたくなる音だ。兄弟機、ZS5 は、よりバランスが取れた音色なんだけど、アルミ製の外装を使用している ZS6 は、高音の響きがさらに刺激的。でもって、背面開放度が高いせいもあって、やっぱりやたら激しい音がする。低音域の量感に関しては、前日には劣るんだけど、ここもやたらスピード感があって、やたら刺激的で、このしけとむわっとする熱気を振り払うような音だ。弱点は、装着感、外装、その他、設計の古いイヤホンなので色々あるけれども、それを乗り越えておすすめできる、今触っても面白い一台だぞ。そして、ZS6 は、発売時期の古さから、今見ると問題児に見えるんだけど、こっちは意図通りに製造された、最新の問題児、ラキッドや LF4 だ。こいつは 3BA1 ダイナミックドライバー。そもそも、低価格機ながらドライバーに、ベリリウムコーティングにダイヤモンドライクカーボン振動板を組み合わせたとかいう、中学生の考えた最強のイヤホンみたいなスペック表示を持っていたりする。信用するかは君次第。僕は信じてない、が、最終的に出力される音の、雑さと荒さに一見見えるけど、力任せに各ドライバーを鳴らしているものの、なんでか破綻しない、むやみやたらなパワフルさ。このモデルに限らず、ラキッドやのマルチドライバーは、どれもこれも、高度なスタンドプレイの結果、奇跡的にギリギリ割れてない大人バランスの一台だらけなので、原始的雑なパワフルさを持つ中華イヤホンを2022年に送り出してくれている、すごくレアなブランドだ。ありがたいと感じるかは君次第。
僕には超ありがたいがな。LF4 は、そんなラフテアーのフラグシップで、無駄に3台の BA、パワフルなダイナミックドライバーを組み合わせてある。ダイナミックドライバーにはブランドごとに性格が出ているようで、ラフィットエアーのハイブリッドは、現行の KZ ハイブリッドに比べて、中音域から中高音域がさらにソリッドに仕上がっている。TRN よりパワフルな低音域を持っているぞ。要するに雑に強いってことだ。そんなラフテアーの中でも、雑に強い構成を持つ LF4 は、やっぱり雑に強い、キリキリなる高音域、でもギリギリ割れない高音域、そして、リズムにしっかり追唱する、量感たっぷりなサブベースを持つ低音域、ボーカルの再現と知らんな。金属的な高音域と、派手な低音域を組み合わせた、まさにドンシャリな一台だ。そんな癖の強いイヤホンたち。おそらく、相性の合わない人もいるだろう。でも、夜中に眠れない時に聞いたり、いまいち気分がはっきりしない時に聞くには、最高のイヤホンたちだ。2010年代後半の中華イヤホンの、こういう雑に強い風潮。今後も、どこかのメーカーが引き継いでいってくれたら嬉しいな。といったところで今回はここまで。